チェック後です。はい、こんにちは。アメリカの特許を取ってるチェック後というね、ボールを1万回転させてるというんですが本当でしょうか、ちょっと分かりませんが、ボールを回転させて、こういうサインペンでね、横からこう印をつける。そうすると、遠心力が一番かかったところですよね。で、安定したところでラインが引けるというね。ただね、ドライバーショットで、こうボールを置いて向こう側に打つとね、それはある程度できるんですけれども、セカンド以降はもう絶対できないじゃないですか。こうどうボールがね置かれてるか分かりません。でまたパターンの時はできますよね。線を合わせてね打っていくことはできるんですが、じゃあ少しずれたからといってセカンドショットがものすごくこうね曲がってしまうかというと、そうでもないんですよ。ですから、これだけ回転させて安定させるのラインを引くっていうこと、改めてねこのチェック後の意味は何かなと思って、いろいろやってみました。私もねパターンの実験やるときにこれを毎回使って、こうやってねまずはラインをしっかり引いて、それで、ボールをこう置くんですけれども、こうやって置きますね。地面にこうやって置いてボールの回転を見るわけですね。ですからチェック後で引いた赤道をですね、遠心力が一番そこでかかるということなので、こういう軸があるということでね、こうやって回転するわけですよね。ですから、ラインに対して赤道をね上にする形で、ボールを転がす実験をしてたわけです。通常はこれ1回しか引きませんよね。これ何回も引いたら、こんなになっちゃうじゃないですかね。何本も引くもんじゃないんです。で、当然これビューンと回転させて、安定しますのでね、遠心力が一番かかったところがやはりいいと、思ってたんですね。それで、ずっと実験をやっておりました。で、たまにですね、こういうふうに転がすんじゃなくて、垂直がいいんじゃないかというね、そんな話もちょっと聞いたことあるんですけど、よく検証しないまま今日に来ております。それでこれはドライバーでね250とか300ヤード飛ばすということであれば、やはりものすごいスピードで空気を切り裂いて飛んでいくわけですから、回転もかかります。2000回転とかね、3000回転近く2500とかかかるわけじゃないですか。ただパターで、どうなんだろうっていうのね、それは思ってたんですが、コアがもしちょっとずれてた場合、パターもボールをこう回転させていくわけですから、それこそこうラインのね、ボールの転がりにコアがずれてれば影響出るだろうと。ただね、そもそもコアがずれてたらこの上でこうやって安定して回るかという、もうガタガタしちゃってね、このお皿の上でこう安定しないと思うんですよ。なのでずれてるとしてもほんのわずかにね。ただ今このボール見てください。さっきも同じようにこうラインがこうピューッとね出ましたが、今もまたこうラインが出たというのを見えますよね。これどういうことかというと、結論を先に言いますと、こうやってラインが毎回ね、こう少し曲げておいても、ラインがまた導かれてしまうというボールは、コアがずれてる、もしくはずれてしまった、最初からずれてるかずれてしまった良くないボールということになります。何回やってもこういうふうにラインが出てしまうボールね。で、今このボールね、本間の D というボールですけど、割と安価でね、いいボールだと思いますよ。でも何回やってもこうやって、同じ赤道上になってしまうということは、もう軸が縦にあるということですよね。それに対して回転してしまうという、遠心力で安定したのはこの状態ですから、
球もおそらくこう、飛んでいく過程で赤道の方向がずれた時にボールが曲がる可能性はありますね。で残念ながらこれ本間さんの他のボールも同じくですね、ちょっとこれは先ほどの一直線の何回かやっても毎回同じのとちょっと違うんですけれども、これもまあそこそこ導かれてしまう。黒い帯がね見えますかね。まあまあ導かれてますよね。ですからコアがど真ん中にないということです。で逆に、このボールほぼ球体だと思うんですけれども、その表面が球じゃなくて少し変形してるのかね、あるいはコアそのものがずれてるのかちょっと不明ですが、ちなみにですね本間さんのニューボールをやってみたところ、こうランダムに方向このラインが入るんですよ。でこれは B とタイトリストのニューボールですけれども、これすごいじゃないですか。もう何回もやるともうこうね、で割とこれはなんか規則正しくこう入ったので、まあ実際にこういう回転ですよね。こういう回転で、まあこうずれてこうね、みかんやスイカを割ったようにこう綺麗にこうね出たんですけど、こっちが出ないのかなと思ってこうやって置いてみました。置いてみたらこっちのラインも出るので、ニューボールに関しては多分大丈夫。まあほぼ球体で、そして本間さんも安価だけどもうほぼ球体なんでしょうね。でコアもずれてない。それでさっきやったのはこれ何かっていうと、もうラウンドは1ラウンド以上してます。そして、ドライバーで200球以上打った、もう使いまくったボール、ね、ということはドライバーでボールをバンバン叩くと変形してるんじゃないかという。でわずかに変形してるから、ここのお皿から暴れてね落ちるほどではないんだけれども、これだけ1万回転ぐらい回転数を上げてしまうと、やはりそのコアのずれか表面というか球体の微妙な変形によってね、このラインに導かれてしまうという、緑もやりましたがほぼほぼ同じような結果、ね、この本間さんに関してはそうでは、他のボールこれ B です。 B のこれも相当打ってますが、やはり導かれてしまいました。ということは B も散々打つと変形するんでしょうね、ボールが。そうですかね。黒い線がほぼほぼ軸があって、遠心力によって一定の遠心力がかかる赤道ができてしまうということですよね。ということは、こうやって常にこう置いてですねドライバーを打ったり、パターンもこうやって打つか、あるいは軸がこう来てるわけですから、どうなんでしょうね。こうやって打っていく、こうやって転がす、とどうなのかね。でこれ2部制としてですね、後半ちょっとパターンやってみます。このすごい使い切ったやつね、ドライバーで200以上打ってると思います。スタジオの方で、要は打ちっぱじゃなくてね、バンバン打ってますので、たまにやっぱ割れます。本間さんはやっぱりね、ちょっと少し透き通ってくるの、打ちすぎるとね。でヘッドスピード僕45とか47でねバンバン打ちますから、200じゃ効かないかもしれませんね。それでもう白くなって、もう明らかになんかねおかしくなって飛距離がボンと落ちるんですよ。でそうするともう捨ててます、ね。でそこまでは行ってないんだけど、このネクスチェンこれも飛ばし系のボールです。これも帯が出ちゃった、これも相当使ってるんで、今こんな風に斜めに今置きましたけど、これも同じように導かれます。はい、導かれましたね。ラインがね出てしまう。見えますか。はい、これもだから変形してるか、コアがずれてる。そしてこれキャロウェイさんの ERC ソフト、すごい柔らかいやつ、3本線になった
最初の頃ですね。だからそんなめちゃくちゃ古くないけど、かなりこれも打ってますよ。打ってますけどランダムについてるでしょ。だからこれタイトリストですけど、やはりこれも導かれちゃってるね。こうね、ほぼほぼね、ドーナツ状の。でこれボルビックって言って、これそんなに打ってないですね。でまあランダムについてる。だから、昔の糸巻きボールっていうのはね、ご存知の人ね、本当3ホールでプロはね交換するなんて言われてました。だから持たないのね。9ホールとか18ホール持たない。でもね、今のボールになってから結構持つ感じがするんで、私なんかね、帯打たない限り1日1個のボールでやっちゃうってことありますね。ラウンドするとなんとなく次のラウンドの時はニューボールでスタートしたいので払い下げるんですよ。こういうね、スタジオ用とかに払い下げるので、まあ、こういうスタンプとかをね見るともうかなりこう薄くなってるでしょ、ね、ということで使い込んでるっていうのが分かると思うんですが、この辺のボールに関してはね、ラウンド終了ぐらいの払い下げたばかりのボールをすぐパターンの実験用として使ったので大きく潰してないんですよ。ラウンドは使ったんですが、こちらはドライバーショットをバンバン打ったというね。こうやって見ると結構ね、少し帯が出ちゃってるところもあるけど、バラバラにね、ランダムにこうタイトリストの V1X と V1 とですね、まあ、2種類。ここ今あるのはこれ B ですね、タイトリストの V1 と V1X、B の XS です。ランダムに赤道が引かれるということでね、まあラウンド仕様ぐらいであれば大丈夫で、こちらニューボールですから、当然良かった本間さんのボールがニューボールでもこんなになっちゃったらね、それはそれであんまり公開したくないですけれども、今やってみましたけどね、まあ、バラバラちょっと試しにやってみましょうか。まあ今 4本ぐらい引いたとこなんで、この点滅がこうマックスになったら点灯します。割と導かれちゃってるのかな。今ちょっと線が見えますが、時間帯ほぼこの線に近いところね、ちょっと斜めに割と導かれちゃってる気もしないでもないです。線が出てる。まあガッチャンガッチャン作ってるのかな。ちょっと製造の工程が分からないので何とも言いませんが、何といっても4分の1ぐらいですよね、価格がね。ですから、まあ、多少はしょうがないと思う。でもね、このボール私ねコースでも使ったこと何度もあるんですけれども、1個100円ぐらいでニューボールでね購入できますので、アイアンなんかは特にね本当に普通に高く上がって落ちてよく止まります。でドライバーはまあ特別飛ぶというわけではないけど飛ばないということはないですね、このボールね。ですから、悪くないと思います。本当にまあものすごいアスリートの人ね、アマチュアの試合に出てるような人は製造工程が多分かなりね簡略化されてるのと、アプローチでね少し出玉が高くなっちゃってスピンがかかんないのね。それだから嫌だっていう人もいますけれども、少なくとも今日何回もやった中ではこういうふうにもう変形してしまうって、あるいはもう球体に見えるんだけれどもわずかに変形してるのか、中のコアが少し変形してずれたのかよく分かりませんけども、完全に一つの軸に導かれちゃうっていうね、そういうことはニューボールではなかったね。はい、ということでニューボールとラウンド終了したばかりのまあその辺のボールであればまあ問題ないでしょう。そしてまあこれは何のためにじゃあやるかっていうと、最初にまあこうやって何本も引く人いないと思いますから、最初に線が引かれますよね。その線にしっかりこういったものを使ってねライン引いていいと思いますよ。問題はこの方向で赤道のまんまにセットして、まあ、ドライバー打つとかね、それからパター打つと、そうするのか、まあ、90度逆側に向けてこう転がした方がいいのかっていうね、そこの部分かなという
で、少なくともニューボールに関してはこんな風にバラバラになる、もうどこに線を引いてもいいということです。ということはこれを使わなくてもいいということ。もう自分の好きなところに、ある程度のそのクオリティの高いボールであればね、一応だからこれを使って描かれた線をもちろん引いていいと思いますけれども、あとはその線に沿って打つか90度で打つかというね、これ2部の方で実際に検証してみたいと思います。で、問題はだからこの使い込んだりロストボールですよね。ロストボールを購入するとやはりボールのクオリティは落ちてますね。これどう見てもね、ロストボールってはっきり言って池の中にどのぐらいあったかとか、見た目ちょっと綺麗でもね、結構ハードヒッターが打ったとかわからないじゃないですか、ね、なのでちょっと心配ね。それとラウンド仕様であればこんな風にまたいっぱい線がねあちこちランダムに引かれたということなので、コアもそんなにずれてないのかなというね、感じはします。はい、どうだったでしょうか。それでは2部の方で実際にこの使い切ったボールですよね、これが、入るのか入れないのか、ね、その辺を検証してみたいと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。引き続き2部の方もよろしくお願いいたします。